こんにちは。今回は水彩絵の具を中心にアクリル絵の具を一部使って描いていきます。モチーフは猫です。用紙サイズは SM サイズ 227mm×158mm になります。まずは用紙に猫を下書きします。鉛筆の線はあまり残らない描き方をするので、下書きは最小限にします。背景を描きます。上から見た構図、長関図、俯瞰構図なので、地面のパースをそれぞれに合わせて描いていきます。草なども上から見下ろした形を描きます。黄色で着色していきます。影の部分を中心に塗っていきます。明るい部分は塗り残します。次に青色を塗ります。黄色の上に半透明な青を塗るので緑色になっています。背景は手前奥を意識して塗っていきます。目を描き入れます。鼻や口元など明るい部分も描いていきます。透明な赤で塗っていきます。赤の補色となる緑色の上を重ねると暗くなります。この段階であえて暗い色を置いて、後で白を塗って明るくする予定です。猫の白い毛の部分には薄い色を塗ります。アクリル絵の具の白で明るい部分を塗ります。猫の毛は生えている方向を合わせて塗っていきます。水をあまり混ぜず少し厚めに塗っていきます。細かいところはペンで塗りますが、ペンはあまり厚塗りができないので最小限の描画にとどめます。地面の草花をアクリル絵の具で描いていきます。やはり手前と奥とを意識して描いていきます。手前は奥よりも上から見下ろした形になります。地面から生えている背の高い草を描いていきます。垂直方向に伸びる草を描くことで遠近感を出すことができます。あまり規則的な感覚にならないよう気をつけながら描き進めます。暗めの赤紫色で暗い部分を塗ります。アクリル絵の具の白色の部分は明るめの赤紫色になります。アクリル絵の具の白の上が暗くなりすぎたら、濡らした布で拭くと赤茶色が取れます。草を緑色で塗っていきます。アクリル絵の具の白色の上に塗るので明るい緑色になります。奥の部分はあまり濃くならないよう注意しながら塗ります。赤茶の色で猫の毛を塗ります。青色で暗い部分を塗ります。
特に背景を多めに塗って暗くします。面相筆で暗い部分を塗ります。ピンク寄りの白で上部の一部を塗ります。最後に全体に手を入れて完成とします。今回はパネルに画用紙を貼り付けて描いてきました。もちろん普通のスケッチブックなどに描いていってもいいと思います。額に入れてみました。パネルに描いたため、額縁は油彩画などに使うタイプと同じものを使います。作品全体の厚みがあり、タブローらしさが出ています。もっと細かく描くこともできますが、スケッチ風にするためにこのぐらいの描画で終わりとしました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。